今日は入っちゃうサーブです。いかに楽に捉えて、その中でいいサーブ、少し右側で捉えた、打った後線を越えるようなイメージ。皆さんこんにちは、きわです。今日は入っちゃうサーブです。高尾さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。試合の時とか緊張してやっぱりダブルフォルトとかが多くなっちゃうのと、あと私肩を2回怪我していて、やっぱりこう力んじゃったり、こう緊張するとやっぱり自信がないので、フォルトしちゃうんですけど、こう確実にというか、入りやすいサーブってありますか？もちろんありますというか、なんとかします。やっぱりね、こう打ち方が例えばこうあまり良くなくて、イコールその体の使い方があまりうまくいかなくて痛める方もいれば、たくさんこうやりすぎてしまったり、肩だけでなくて肘であったり手首であったりっていうところを痛める方がやっぱいるんですよ。でやっぱそこでその無理に何かこう高いところで取ろうとか、無理にスピードを出そうというよりは、いかに楽に捉えて、でその中でいいサーブ、求めるサーブというものを打てるかというところに今日はやっていきたいと思いますので。スタテにもう一回いきましょう。はい。ですね、やっぱりちょっと怖さがあると思うんですよね。肩をやっぱこう回すとか、やっぱりその怪我があった方にとってはこのラケットの重さっていうのもそれなりにある中で、こう振るっていうことにやっぱ怖さが出てくると思います。で、やってほしいのは、トスの高さを一定にすること。それはやっぱり自分の立っている姿とラケットをある程度腕で上げて、しかも少し右側で捉えてほしいんですね。変に高いところで捉えようと思うと、ラケットをこうまっすぐ立ててしまう、高いところで、そうすると逆に肩が今度きついんですよ。ただこうやるだけでもきついので、少し斜めにする、少し斜めにする。そうするとさっきよりも高さは低くなってはいるんですけど、それがひわちゃんのちょうどいい高さです。で今サーブ見たら、ジャンプはほとんどしてないので、逆にジャンプしなくていいです。逆にジャンプをしようと思うと、じゃあ毎回同じだけジャンプできたらここできちっと当てられますけど、試合に行って最初元気だってやって、じゃあ10センチ飛べます、疲れてきて飛べませんってなると、高いところからだんだん低くなってきて、今度それに合わせたトスを上げないと打てなくなっちゃうから、自分がスイングをする場所で肩が耳と頭とくっつかない、いわゆる腕がくっつかないところのちょっと横側のところのこの通るところに上げようとしてください。そこにまず上げようとすることで、それでちょっとずれるのは構わないから、高さだけをまずちょっと調整してみましょうか。この辺にトスを上げる、そこに上げてください。手にトスを上げて、そこにラケットを合わせるんじゃなくて、ラケットが通るところにトスを入れていった方がいいです。今のでもちょっと高いと思う。ちょっと高いぐらい、最初のトスで大丈夫です。もうすでに高さは合ってるので、もう気持ち自分がトスを少しだけ前に上げるようにして、前に上げて体の重心が後ろに残ってしまうと、今度これうまく当たらなくなるから、思い切って打った後線を越えるようなイメージでいってほしい。ちょっと一回見てもらっていいですか？ちょっと一回打ちますね。
打った後ちょっと行きますよね、はい、それはもう自然の流れなので、打ってから前行くわけではなくて、打ちながらもう前に行くというイメージを持ってほしい。だから決してトスは高く上げない方がいいですね、今は。ってみましょうか。はい、はい、ありがとうございます。いいトス上がってるから大丈夫ですよ。はい、はい、いいですいいです。トスを上げながら少し自分で前に行ってその勢いをうまく使っちゃっていいです。変に保とうとしなくて耐えようとしなくていいです。はい、はい、いいですよいいですよ。一回行きましょう。はい、少し右側にトスね、少しだけ。 OK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  です。もう一回行こうかな。はい、慌てないでね、はい、慌てないで。OK です。で、コーンのとこまで何メートルぐらいあると思います？はい、こっからですよね。はい、なんとなくちょうどいわゆるサービスラインのとこなんですけど、15メートル。15メーター、もうちょっとありますね。18メーターぐらい、18メーターを切るぐらいなので、はい、逆にあれをコーンを越えようと思うんじゃなくて、この打つ高さが合えば多分ネットを通る高さも一定になるんです。ここがバラバラになるとどこを通していいか分かんなくなって、できるだけ高いところを通したくなる。そうすると回転量がちゃんとかかってないとフォルトするんです。でフォルトするの嫌だからネットの低いところを通そうとすると今度ネットにかかるので、この高さをまず捉えることをやってください。で自然に打ち終わった後少し右足でもいいですし、左足でスッと着地してもいいので少し前に行くような感じでいきましょうか。はい、一つはやり直して大丈夫です、はい、慌てずに、もう少し右の方がいいかな。そうですね、少し右の方がいい。 OK です。でそしたら、はい、キャッチャーの特徴として結構クローズドって分かりますかね、はい、この足がクローズドになってて それがちょっと耐えられなくなって右足がスッとこう横に出てしまう。これはいわゆる癖というか、女性の方ですごくあるんです。ですから逆に右足を特にデュースサイドはもう少し右側にしていいです。打つ方向を向いていいです。はい、はい、ただしこの時に早く体を正面に向きすぎるとボールがどうなるかというとこっちに行く傾向がある。だから当たるところのタイミングのところで少し我慢することと、はい、ラケットを振る方向が打つ方向とは逆の方向に振るイメージがあった方がいいですね。スライスをかけられているので、はい、十分かかってますから右側少し右側に振ったとしてもボールは左に行きます。本当だ、はい、これをうまく利用しましょうかね。どうぞ、はい、右足を少し、後ろの足をそうちょっとね打つ方向を、うまく向きやすい方向にして、はい、そしてつま先をもう少しそうこう、はい、それぐらいの方がいいかもしれないです。ちょっと違和感はあるけどね、今までと違うからいいですいいです。はい、回転すごくかかっていい状態です。はい、いいですよ。もう躊躇せずにグッと打つ方向を見て、そう。OK、ナイスサーブです。ナイスサーブ。もう一歩いきましょう。楽なところで打ちましょう。高いところでは絶対取らないように、楽なところで。ちょっと左行っちゃったかな。もう一歩いきましょう。ラストいきましょう。少し右側で高いところで取らない。OK、ナイスサーブ。ナイスサーブです。ありがとうございます。いやもうあっという間にできちゃってるんですけど、やっぱ気をつけるところが本当この高さの部分と、やっぱりこの高さが合えばネットを通るところが一定になっていくので、一定になっていけば今度落ちる角度っていうのもだんだん分かってきて、この当たる感覚も良くなってくるので、まず距離感が分かるようになりますよね。それだけでもすごく大きいのかなと思いますね。トス低くてもいいんだなって思いました。低い決してね低くはない。低くない。低くはない。
いつもよりそう全然いつもより低い感じが。低い感じなのは、はいいつも上げてる高さがこれ多分キワちゃんの高さになっちゃった。あ、そうなんだ。だから逆に言うと、いつも上げてるトスが高すぎたんだと思う。でそうなんだ。高いことによって上から頂点から落ちてくるところを捉えなきゃいけないから、はい、いろんなとこで打たなきゃいけない。でも今は上がって一番上のところに行く時ってちょっと止まってはいないんですけど、はい、いい状態のところで打ちやすくなるから、はい、上がりきるかちょっと上がる前ぐらいでもう打ちに行ってるんで、何度も同じところできちっと当てられるっていうことです。はい、肩怪我したので、でも高く上げないと、ここがこう伸びきるのがいいサーブなのかと思い込んでたので、低く大丈夫かなと思ったら、でも全然本当に問題ないですよね。ないですし、肩にも本当に負担なかったです。いやもうそう感じていただくのが一番やっぱ大事なことで、どうしてもやっぱこの高いところで取ればいいサーブになるって思ってる方がすごく多いし、もちろんそれは高いところで取れるに越したことはないですけど、高いところで取るためにいろんな労力あるじゃないですか。ジャンプをしなきゃとか、膝を曲げなきゃとか、場合によっては手をぐっと伸ばしてっていうことがなかなかやれない状況の時に無理にやっておかしなフォームを身につけてしまったり、肩を痛めたりっていうことをするんであれば、もう楽なところでもうとにかく右側でラケットをちゃんと振る。でその場所に上げていい使い方をすれば多分何本打っても疲れないっていうことですね。はい、しかもそれなりにスピードも十分出てますよ。はい。思います。もうファーストサーブでも、何のサーブでも多分使えると思います。そうですね。はい。下手に。以上、入っちゃうサーブでした。またね。Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!